2025年10月、ほんの数週間前、サウジアラビア北西部の砂漠地帯で考古学者たちが人類史を書き換える発見を報告しました。灼熱のネフド砂漠。そこで見つかったのは1万2000年前、氷河期の終わり頃に刻まれたとされる巨大な岩国群。牛、カモシカ、そして人の姿。ただの狩猟の記録かと思われたその宣告は、最新の AI 解析によって歩き属性を持つことが判明しました。描かれた動物たちの位置は全て北西の一点を指し示していたのです。研究チームはそれを古代のランドマークと呼びました。だが、その指し示す先にあったのは偶然では説明できない異物でした。サウジアラビア北西部タイマーのオアシス。砂漠の真ん中にまるで時間から切り離されたように佇む一枚岩、アルナスラ。現地の言葉で切断されたものを意味します。高さおよそ6メートル、幅9メートル。そしてその名の通り、岩は完璧に真っ二つに割れています。断面は包丁のように滑らかで均一。まるで巨大なレーザーで切り裂いたかのような精度。しかも2つに分かれた岩は小さな突起部分だけで全体を支えている。奇跡的なバランスのまま何千年も崩れずに立ち続けているんです。自然の風化で割れた、そう説明する地質学者もいます。ですが、この断面を見た石材加工の職人たちは口を揃えて言います。これは人の手による切断だと。実はこのアルナスラだけが特別なのではありません。世界各地で同じように説明のつかない遺物が次々と見つかっています。25万年前のアルミニウム製の金属片。氷河期に作られた銀の容器。そして製鉄技術のない時代に作られた隕石の短剣。それらは一見バラバラに見える。けれど、もしこの地球上のすべてがある一点へとつながっているとしたら、今日お話しするのは古代の神話に隠された設計図の話です。それは宗教でも伝説でもなく、実際に地球上に刻まれた何者かの痕跡の話。世界の遺跡がなぜか同じ方向を向いている理由。その答えを今夜お話しします。なぜ70年以上、それが隠され続けてきたのか。最後まで見たとき、あなたは気づくでしょう。すべての点が一本の線でつながることに。話は1925年、エジプトから始まります。考古学者ハワード・カーターがツタンカーメン王の墓を発見しました。缶の中に一振りの短剣が収められていた。3000年以上地下に眠っていたのに、刃には錆が一切なかった。2016年、この短剣を最新技術で分析したところ、衝撃的な事実が判明します。刃に含まれるニッケルは 10.8%。これは地球の鉄鉱石にはない組成で、宇宙から降ってきた隕石にしか含まれない比率だったんです。つまり、3300年前のエジプト人は、空から落ちてきた隕石を見分け、それを武器として加工していた。でも、この短剣が作られた紀元前1300年代、エジプトにはまだ製鉄技術がありませんでした。鉄器時代の到来は、それから700年も後のことです。鉄という金属の存在すら、よく理解していなかったはずの時代。なのに、どうやって硬い隕石を削り、研磨し、刃の形に整えたのか。さらに不可解なのは、全く同じ技術で作られた剣が、トルコでも見つかっていることです。紀元前1300年、隕石製の剣。2000キロ離れた2つの文明が、同じ時期に、同じ技術を持っていた。誰かが、教えたんです。次の証拠を見てください。1936年、イラクで発見された素焼きの壺。中に銅の筒と鉄の棒。一見、ただの古い壺に見えました。ところが、この構造を見た技術者が気づいた。これ、電池じゃないか。実験すると、確かに 0.5 ボルトの電流が発生。製造年代は紀元前250年。電池の発明より2000年も前です。しかも、同じ構造の壺が12個も見つかっていて、古代メソポタミアの金細工には電気メッキの痕跡がある。金の層の厚さ、わずか1ミクロン以下。電気を使わなければ、これは作れません。隕石の加工技術、電気の実用化。どちらも、その時代には存在しないはずの知識。しかも、試行錯誤の痕跡がない。最初から完成型で現れて、その後消えている。まるで、誰かが完成した知識を与えたかのように。では、その誰かとは。時計の針をさらに過去に戻しましょう。1973年、
ルーマニア。建設現場で作業員たちが地下10メートルを掘っていた時、巨大なマンモスの骨と一緒に奇妙な金属片を発見しました。重さ約2キロ、長さ20センチ。機械の部品のようなくぼみがあり、何かに固定するための足がついていた。成分を調べると、アルミニウムが含まれていた。問題は、このマンモスの骨の年代です。放射性炭素年代測定の結果、約25万年前。現代人類が誕生する前。ネアンデルタール人が生きていた時代。アルミニウムは自然界に単体で存在せず、鉱石から電気分解で取り出す必要がある。19世紀に確立された、極めて高度な技術です。25万年前の人類が、そんな技術を持っていたはずがない。さらに古い証拠があります。1851年、アメリカの採石場でダイナマイトを爆破したところ、岩の中から金属製の容器が飛び出してきました。高さ12センチ、表面には精巧な銀細工の花柄模様。この容器が出てきた岩盤は、地質学的に数万年前、氷河期のものと判明しています。氷河期の人類は洞窟に住み、石器を使って狩りをしていた。金属の精錬技術など、持ち合わせていなかった。25万年前のアルミニウム。氷河期の銀細工。そして、これから詳しくお話しする、4000年前のレーザー切断。これらは偶然ではありません。すべてが、一つの答えに向かっているんです。サウジアラビア、タイマーのオアシスに佇む巨大な岩、アルナスラ。この岩の謎を解くことが、すべての答えにつながります。1883年、イギリスの探検家チャールズ・ドーティが、この岩を初めて記録に残しました。彼は日記にこう書いています。砂漠の中で信じられない光景を目にした。巨大な岩がまるで神の手で切断されたかのように完璧に2つに割れていた。この岩、高さ約6メートル、幅約9メートル。重さは推定で数十トン。そして、真ん中で完全に2つに割れている。断面を近くで見ると、驚くほど滑らかなんです。2017年、サウジアラビアの研究チームがこの断面を詳しく調査しました。表面の粗さを測定する機器を使い、ミクロン単位で計測したんです。結果、断面の凹凸は平均で 0.5mm 以下。これ、どういうことかわかりますか？自然の風化で岩が割れる場合、断面は必ず不規則になります。亀裂は岩の中の弱い部分を選んで進むので、ギザギザで荒くなる。でも、アルナスラの断面は、ほぼ完璧に平ら。しかも、岩の上から下まで、断面の平坦度がほとんど変わらない。まるで定規を当てたかのように、まっすぐなんです。現代の石材加工技術で、これに近い精度を出すには、ダイヤモンドカッターかウォータージェットカッターが必要です。ダイヤモンドカッターは、工業用ダイヤモンドを使った高速回転の刃で、毎分数千回転で石を削ります。ウォータージェットカッターは、超高圧の水を噴射して石を切断する技術。水圧は約4000気圧。銃弾より速い速度で水を叩きつけて、石を削るんです。でも、アルナスラが切断されたとされる約4000年前、そんな技術はありませんでした。当時の人類が持っていた最も硬い道具は、青銅のノミです。青銅のノミで砂岩を削ることはできます。でも、6メートルの高さの岩を、これほど完璧にまっすぐ切断することは、物理的に不可能です。じゃあ、どうやって切ったんだ？一つの可能性は、レーザーです。現代の石材加工では、レーザーカッターも使われます。高エネルギーのレーザー光を照射して、石を溶かしながら切断する技術。アルナスラの断面を顕微鏡で見ると、興味深い特徴があります。表面が部分的に熱で溶けたような痕跡を示しているんです。石は通常、物理的な力で削られると、粉状に砕けます。でも、高温で溶かされると、冷えて固まるときに、ガラス質の薄い層を形成する。アルナスラの断面には、このガラス質の層が部分的に確認されているんです。つまり、この岩は削られたんじゃなく、高温で溶かされながら切断された可能性がある。でも、4000年前にレーザーなんてあるはずがない。その通りです。人類には、なかった。さらに不可解なのは、この岩のバランスです。二つに割れた岩は、それぞれ独立して立っているわけじゃありません。片方の岩の底に、わずか数センチの小さな突起があって、それがもう片方の岩のくぼみにはまり込んでいる。この突起だけで、数十トンの岩全体を支えているんです。サウジアラビアは地震が少ない地域ですが、
それでも微震は起きます。風も吹く。温度変化で岩は膨張と収縮を繰り返す。普通ならこんな不安定な状態で何千年も保つはずがありません。でもアルナスラは保っている。2019年、構造工学の専門家がコンピューターシミュレーションを行いました。この岩の重心、接触面積、支持点の位置を正確に計測し、どれくらいの外力に耐えられるか計算したんです。結果は驚くべきものでした。このバランスはほぼ完璧に計算されている。少しでも切断位置がずれていたらすぐに倒れるはずなのに、現在の位置では最大限の安定性を保つように設計されていた。つまりこれは偶然じゃない。誰かが意図的にこの位置でこの角度で切断した。そしてこのバランスで立つように計算していた。ではその誰かとは、アルナスラの表面には謎の文字と絵が刻まれています。基地のどの古代文字とも一致しない独自の文字体系。そして描かれている生物、細長い胴体、不自然に大きな頭部、人間のような直立した姿勢。地上の動物とは明らかに異なる特徴を持っています。タイマーのオアシス周辺にはアルナスラ以外にも複数の巨石があって、そのいくつかにも同様の図像が刻まれている。つまりこの地域の古代の人々は何か共通の存在を目撃し、それを記録に残そうとしていた。一部の研究者はこの絵が古代の人々が目撃した訪問者の姿ではないかと指摘しています。大きな頭部はヘルメットのようなものを被っている。細長い胴体は何らかの防護服。直立した姿勢は二足歩行の知的存在。もし古代の地球に宇宙から来た存在がいて、彼らが高度な技術でこの岩を切断し、そして立ち去った。古代の人々はそれを目撃し、畏怖し、その出来事を岩に刻み残した。すべてが説明できるんです。でもなぜわざわざ岩を切ったんだ。そう思うかもしれません。実はこれには理由があると考えられています。アルナスラの位置を地図上で確認すると興味深いことがわかります。この岩はタイマーのオアシスの中心からちょうど北を指す方向に位置している。しかも周辺の他の巨石と直線で結ぶと歩き科学模様が浮かび上がるんです。正三角形。これはナビゲーションマーカーではないかと考える研究者もいます。空から見たときに特定の位置を示すための目印。古代の宇宙飛行士が地上の特定地点を識別するために目立つ岩に印をつけた。そんなバカな。そう思うかもしれません。でも証拠は積み重なっているんです。ツタンカーメンの隕石の探検、宇宙由来の素材を加工する技術、バグダッドの電池、電気を実用化する知識、25万年前のアルミニウム、人類誕生前の高度な冶金技術、氷河期の銀細工、原始人には不可能な工芸技術、アルナスラの岩、レーザーのような切断技術と計算されたバランス。これらはバラバラの現象ではありません。すべてが同じ答えを指し示しているんです。アルナスラの岩は決して孤立した存在ではありません。世界を見渡せばまるで見えない線で結ばれたように、同じ構造、同じ思想を持つ遺跡が点在しているのです。南米、ナスカの地上絵、エジプト、ギザのピラミッド、そして日本の伊勢、出雲ライン。それらを地図上で結ぶと驚くほど精密な幾何学模様が浮かび上がります。彼らは地球という惑星そのものをキャンバスとして使っていた。そんな仮説が今世界の研究者たちの間で再び注目され始めています。最近の研究ではこれまで無関係とされてきた遺跡群の配置に意図的な法則性があることが指摘されました。例えば2025年9月、アルメニア高原で調査されたビシャプステラと呼ばれる巨石群。それらの位置を地形データと照合した結果、水源、標高、緯度、経度が一定の数学的比率で並んでいることが分かったのです。まるで地球規模の座標システムを設計したかのように。同じ頃、中国の古代墓地でも奇妙な一致が報告されました。北京建築大学のチームが4000年前の墳墓群を AI 解析したところ、墓の配置が地形の磁場分布と一致していた。偶然とは考えにくい精度で、北極と天体の動きを基準に設計されていたのです。方位磁場の利用、これは現代の都市設計にも通じる概念。しかし、紀元前2000年の時点でそれを理解していた文明は知られていません。そして2025年5月、ハンガリー西部ソムロー火山丘で発掘された900点を超える金属遺物。
その中には鍛造の痕跡が残らない均質な青銅が含まれていました。研究者たちは未知の妖怪法が使われた可能性があると報告しています。同時期、インド北東部のアッサム州では2700年前の鉄鉱採が再調査され、鉄器時代の始まりを1000年早めるかもしれないと話題になりました。奇妙なことに、これらすべての発見地点、アルメニア、北京、ソムロー、アッサムを直線で結ぶと、地球をほぼ対象に貫く一本の軸が現れます。それは、南米ナスカ高原からアラビア半島を通り、日本列島に至るラインと、ほぼ直行する角度を描く。偶然にしては、あまりにもできすぎている。考古学者たちはそれを文化的電波と呼びます。けれど、どの文明も互いに海を越えて接触した形跡はない。言語も違い、道具も違う。なのに、同じ構図、同じ方向、同じ線を意識している。一部の研究者はこれを地球を貫く古代ネットワークと呼び始めました。遺跡の配置が単なる建設場所ではなく、通信あるいは観測のための座標だった可能性。もしそうだとすれば彼らは地上に回路を築いていたのかもしれません。その仮説を裏付けるように、2025年春にはエルサレム近郊の遺跡で地下ミューオン撮影という最新技術が導入され、地下深くに自然には形成されにくい幾何学的空洞が存在することが確認されました。まるで岩盤そのものを設計図通りに掘り抜いたような形。今、世界の研究者たちはそれを人類史を超えた構造物として再調査しています。彼らは何を見ていたのか。地球そのものを観測し、制御するための地上ネットワークを作っていたのではないか。もしそうなら、アルナスラの岩はその中継装置の一つ。そして、残された幾何学模様は、彼らの通信線の痕跡だったのかもしれません。今、現代科学は再びその線をなぞり始めています。人工衛星が測定する地磁気、地震波、地形データ。そのすべてが、古代の配置と奇妙に共鳴している。まるで何かが、再起動の時を待っているかのように。さて、古代の彼らの痕跡を縦断する旅をしてきましたが、ここで現代の研究、発見がどのようにその流れを裏付けているかをご紹介しましょう。つまり、古代だけの話ではなく、現代科学もまた何かがおかしいと記録を残しているのです。まず、つい先月、サウジアラビア北西部の砂漠地帯で、約1万2000年前に製作されたと考えられる岩国群が報告されました。英字誌によると、砂漠の中に残る3メートル級の動物像など170点以上が1万2800年から1万1400年前の住民によって掘られていたというのです。この発見が何を示唆しているかというと、人類がまだ原始的だったとされる時代に、すでにかなり高度な象徴的、幾何学的表現があった、ということ。しかも場所が、今なお人類の理解を超える荒野であるという点も興味深い。次に、最新の研究によれば、中国大陸にある約4000年前の古代墓地配置から、当時の人々が地形、環境、社会構造を高い精度で読み込んでいた痕跡があります。中国、北京建築大の研究チームが、墓の位置を地理的、経済的条件と照合し、その分布には偶然では説明できない法則性があることを発見しました。お墓の位置という、通常なら無作為でも不思議ではない要素にまで方程式めいた規則性があった、ということ。これは古代の人々が土地、時空を知っていた可能性を示唆しています。さらに、最近では、欧州のニュースでも注目すべき発見が報じられています。例えば、3200年前、紀元前1200年頃とされる青銅胸兜の断片が、チェコ共和国ブラの近郊で発掘されました。このような戦士用防具が極めて保存状態よく出てきたということ自体が、当時の技術文化の高さを改めて浮かび上がらせています。これらの発見を照らし合わせると、先ほどご紹介した隕石の探検、電池のような構造物、25万年前のアルミニウム部品などが、まさに孤立した異常ではなく、現代の考古学、地理学、材料科学が次々と発掘している戦場にあると感じるのです。そして最後に、最新ニュースとして紹介したいのが、3500年前の古代エジプトの石像頭部が、オランダからエジプトに返還されるという報道です。なぜここにこのニュースを出すかというと、これは私たちが忘れてきた、認めてこなかった物質的証拠が、今なお世界中に散らばっていて、現代国家レベルでその価値、異常が再検討されていることを示しているからです。つまり、単なるロマンでも怪奇でもなく、現代の文書管理、文化財管理、科学分析が実際に動いているのです。このように、古代の高度文明の痕跡は、すでに現代にも足音を残しています。研究発表、遺物発掘、学術分析、
そして国家間の返還プロセス、これらすべてが人類が思っていたよりもはるかに複雑な知的世界を経験していた可能性を強く示唆しています。だからこそこの話題を通じて、これは昔の話ではなく今も続いている謎であるという感覚を視聴者の皆さんに届けたいのです。あなたが目にしている巨石、短剣、金属部品、それらは過去の残暑ではなく現代の私たちへ問いを投げ続けているのです。では答えは一つしかありません。古代の地球、いや人類誕生前から地球には人類以外の知的存在がいた。彼らは高度な技術を持ち、アルミニウムを精錬し、機械を作り、レーザーのような装置で岩を切断し、そして地球を訪れていた。その痕跡が今も世界中に残されているんです。世界各地の古代文明には共通する伝説があります。空から降りてきた神々、シュメール文明のアヌンナキ、古代エジプトの天空神ホルス、マヤ文明のケツァルコアトル、インドのビマーナ、日本の天孫降臨、すべて空から来た存在として描かれています。これを私たちは神話として片付けてきました。でも証拠を見てください。アルナスラの表面に刻まれた大きな頭部を持つ生物、ツタンカーメンが神聖視していた宇宙から来た金属、人類誕生前に存在していたアルミニウムの部品、彼らは確かに地球にいた。時には古代の人々に知識を与えた。隕石の見分け方、金属の加工技術、電気の使い方、その知識はやがて失われました。教えてくれた存在が去った後、誰も本質を理解していなかったから。でも痕跡は消せなかった。砂漠の巨石、地中深くの金属片、王の墓に収められた短剣、それらは今も静かに真実を語り続けているんです。現代科学はこれを認めようとしません。なぜなら認めてしまったらあまりにも多くのものが崩れるから。人類史の体系、進化論の前提、そして人類が地球で唯一の知的存在だという傲慢な思い込み。でも真実は隠せません。彼らは確かに地球にいた。そしてもしかしたら今も私たちを見ているのかもしれません。このチャンネルでは古代遺跡や文献に隠された真実を探り続けています。ギザのピラミッドに残された宇宙人の痕跡、マヤ歴が予言した人類の未来、南極の氷の下に眠る失われた文明、人類史の常識を覆す証拠は今も次々と発掘されています。もし今日の話が心に少しでも残ったなら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。次の動画でさらに深い真実をお伝えします。ご視聴ありがとうございました。また次の禁断の古代ミステリーでお会いしましょう。